こんばんは。はるです。今回はアタッカー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、最新版のアタッカー選手たちのティアリストになってます。今週はですね、ブンデスの TOTS、そしてリーグワンの TOT 選手を主に追加をしてます。まずは D ですね。D はですね、新しく追加したアタッカーの選手はいないという風なことになってます。ただですね、下げた選手、何名かいまして、RTTF のゴンサレスですかね、だったりとか、あとはフェラーかな、ファンタジー FC ヒーローのフェラーだったり、あとはバースデーのフィリピ・アンデルソンだったりとか、バーサスのディアビかな。で、あとは Y の特別賞、目標で来てました、久保建英ですね。この選手たちを主に、下げてます。そこまで強さはないという風な選手たちになりますね。そして続いては C ですね。C はですね、こちら新選手何名か追加をしています。目標で登場してましたベステだったり、一幕で登場しましたアデイエミ。あとはですね、リーグワン TOTS からデル・カスティージョですかね。これは3名を新しく追加をしています。また前回からと下げた選手、何名かいまして、バースデーのブキャナンだったりとか、あとはダンジュマ。で、あとはバースデーアイコンのファンニスローイだったりとか、RTTK かなのレバンドスキーだったり、あとは RTTF かなのレオン・ベイリーなんかも少し下げてますね。で、テラ、RTTF のテラは90になってます。まずは新選手ベステ、ですね。ベステに関してはですね、やっぱ軽さと速さがね、あるっていう風なことと、逆足号になってパスがね、うまいっていうのも、いいポイントになりますね。ただやっぱりフィジカル弱かったりとか、あとは今週もね、一応プラスついてるんだけど、あんまり入らないっていう風な、感じなんで、いいとこ悪いとこありながら、まだ使いやすさはあるっていう風な感じ。あんまり取った人がね、いるかどうかわからないんですけれども、個人的にはこの C ということにしてます。そして続いてはアデイエミですね。一幕で登場をしました。ブンデスのね、TO テスト時はよく当たる選手だったと思うんですけど、スパサブなら、まだありかなっていう風な選手になりますね。で、フィジカルね、数値80あるんだけど、あんまりかな。やっぱ、理不尽さはないかなっていう風な感じで。でも、スピードだったりとか、その軽さに関しては、結構いいなと思える選手になりますね。個人的には、スキル5とかだったら、良かったのかなっていうのは思いますし、あとシュートもね、もうちょっと能力高ければ、より良かったかなというふうには思いますね。スパサブで出てくるんだったら、ちょっと厄介になれる選手ですね。そして続いてはデル・カスティージョですかね。この選手に関してもね、アデミと結構似たような選手でドリブルがね、軽くってスピードもあるっていう風な感じですね。ただカスティージョの方が決定力に関してはまだ高いかなっていう風な感じで、一応ラピドのプラスだったりとか、クロスのプラスついてるっていうのは素晴らしいですし、あと白でもね、テクニカルとかクイックステップとか結構多くのね、プレイスタイルを持ってるんで、もう少し強化をされていれば、良かったかなっていうのは思います。こういったもスパサブだったら、まだ、いいかなっていう風な感じですね。そして続いては B ですね。B はですね、こちらも新選手多く入れてますかね。目標で登場しました TOTS 南野拓実ですね。で、あとはブンデスからギラシーだったりとか、で、あとは一幕登場しましたバーディーだったりサンチョですね。これは4名かな。新しく追加をしてます。また前回からだと避けた選手、何名かいまして、FC プロライブのウィリアン、だったり、あとは一幕登場しましたエンクンクだったりとか、あとはジェズスかな、RTTF やったかなと思いますね。コーラの選手、あとはヌネスか、RTTF のヌネスなんかを下げてます。かなり強いんですけどね、彼らも普通に使えるんですけど、少し B ということにしました。まずは南野拓実ですね。目標で登場しました日本人選手の S という風なことで非常に嬉しいカードですね。ドリブルの軽さだったりとか、あとはパスのうまさっていう風な、ところでチャンスメイクがね、ある程度できる選手として登場をしました。で、普通にペースもね、速いんで、状況によっては、相手を置いていけるっていう、そんな選手に
なりますね。またクロスのプラスなんかもついてますんで、結構ね、プレイスタイルプラスも良かったり、能力もね、非常に高くなって出てきました。で、スタミナもね、高いっていうのは全然いいですし、個人的にはやっぱりね、44じゃなくてどっちか5とかだったら良かったかなってのは思いますね。レースも90まで上がってますんで、普通に使える選手、44がね、好きだったらなおさら愛を持ってね、使い続けれるんじゃないかなと思いますね。そして続いてはギラシーですね。ギラシーもね、悪くはないですけど、やっぱブンデスの中では当たりやすかった選手かなと思いますね。赤金で当たった人もいるでしょうし、この人もね、割とね、いいんですよ、普通に。でそして続いてはギラシーですね。この人に関しても普通にスタメン級の選手になりますね。でかさと速さと決定力の高さがあるっていう風な選手になってますね。またパスもね出せるっていう器用さっていうのを持っていたりしますし、一応ヘディングも強くって、相手のサイドバックがちっちゃい選手、空中戦あまり得意じゃない選手だったら勝てるっていう風な感じですかね。パワーヘッダーもついてますし、またラピッドとかもついているという風なことですね。個人的には44がここもどちらか5とかだったら良かったですし、スパサブやったら普通に全然使えるっていう風な選手になりますね。いかんせん剣がやっぱ難しいんで、相手見ることほぼないんですけど、当たった方はスパサブが一番いいと思いますね。そして続いてはバーディーですね。一幕で登場しましたジェイミー・バーディーになります。バーディーはスキルが5になっているということが非常に嬉しい点ですね。で、決定力高いですね。やっぱり決定力の高さとレーザーの高さっていう風なところで決めきる力っていうのはすごくある選手になってますね。ただ若干ドリブルが重たかったりとか、しますんで、フィニッシャータイプとして使うっていうのが一番いいのかなというふうには思いますね。個人的にカーブ値がもうちょっと高ければですね、カーブとロングシュートが高ければ、もっと高精度のプラスをね、活かせたんじゃないかなというふうには思います。フィジカルもね、少しね、ある選手にはなりますんで、裏抜けをメインで、使ってあげるのがいいと思いますね。でそして続いてはサンチョですね。一幕で94まで能力高くなったサンチョになります。ブンデスのね、S の時は、結構当たりやすかった方の選手だとは思うんですけど、その中ではまだ全然使える選手になりますね。合う人はね、結構合うと思いますね。ドリブルも全然軽いし、スキルも5だし、でやっぱね、決定力自体は能力差高くないんですけど、今週のプラスがついたっていうのがめちゃくちゃ大きいなってのは思いますね。やっぱりペナ内で今週を打っておけば、補正をね、されて決めるっていうことできるんで、これでかかったかなって思いますね。あとはクロスのプラスもついてますんで、サイドアタッカーとして爆速っていうわけではないし、フィジカル当てられちゃうとちょっと負けてしまう時はね、全然あるんですけど、ただやっぱり非常に使いやすくなったサンチョという風なことで、全然スタメン級には入りますね。そして続いては A ですね。A はですね、こちらも新選手何名か入れてます。TOTS のマレンだったりとか、あとはジョナサン・デイビッド、ボニフェイス、そして一幕のバロテッリだったりとか、あとは TOTS マフレーズですね。で、あとはポドルスキー一幕で来ましたポドルスキーだったりとか、TOTS オバメヤン、アルドーサリー、オペンダ、あとは SBC 来ましたレロイ・サネだったりとか、フラッシュバック、サイラス、また一幕で登場してますコマンですね。2つちょっと分けてしまったんですけれども、これの選手を新選手として、入れてます。まずは新選手 TOTS マレンですね。マレンはですね、普通に強いですね。A に入っててもおかしくはないかなっていうぐらいの実力はあるんじゃないかなと思います。値段はね、ちょっと安めになるんですけれども、44で良ければですね、非常にちょっと違いが作れる、そんな選手になってますね。レースもね、86なんですけど、結構シュートは決めてくれたりとか、あんまりもたつきなんかもね、そこまでない選手になりますし、ちょっとフィジカルもあったりとか、結構能力以上にね、強さを感じる、ちょっと不思議な選手になりますね。またラピッドのプラスなんかもねついてますんで、これがまたスキル5とか、あと能力全体的にプラス2、3上がりとかだったらめちゃくちゃ大当たりになっていたかなと思いますね。そして続いてジョナサン・デイビッドですね。この人は結構値段高いですよね。ケミが組みづらい割にですね、非常に価値があるカードになってますね。
逆足が5というふうなことはもともとなんですけれども、スキルが4になったというふうなことは素晴らしいですね。ただやっぱりバース定がね、55だったんで、S もね、55にしてほしかったなっていうのは思います。決定力の高さだったりとか、あとはスピードの速さっていう風なところで ST 選手としてしっかりこう自分でいけて決めきるっていうことも、できますね。またパスもね、うまいし、ドリブルもね、だいぶ改善をされた選手にはなりますし、で、かつフィジカルもちょっとあったりとか、するんで、なかなかいい選手になりますね。また今週のプラスだったりとか、ラピッドのプラスなんかもついてますんで、個人的にトリベラのプラスが何か違うのにね、変わっていれば、より良かったかなと思うんですけれども、非常にリーグワンのね、TO テストの中では当たりの方だと思いますね。そして続いてはボニフェイスですね。ボニフェイスに関してもブンデスの TO テストの中では、当たりやすかったと思うんですけれども、その当たりやすいながらに非常に使える選手になります。普通に強いですね。で、やっぱりね、でかくて速いっていう風な選手なんで、合う人にはめちゃくちゃ合うんですよね。かなりドリブルはね、ちょっとこうしにくい場面はあるんですけど、その分やっぱ空中戦が強かったりとか、フィジカルでゴリッといけるっていうのがボニフェイスの魅力だったりとかしますね。あとはエアリアルのプラスがね、ついたっていう風なことと、そのデカさとジャンプの数値で空中戦は結構強さがありますね。最近そうですね、なんかこうしっかり空中戦を使ってくるっていう人が増えたのかなっていうのは思うんで、そういう中でボニフェイスってのは貴重な存在かなっていうのは思います。ケミが組むことができるのであればですね、使うべき選手にはなりますかね。そして続いてはバロテッリですね。一幕で登場をしましたバロテッリ。バロテッリに関してもですね、空中戦は強いです。普通に強いし、値段がね、安いので、かなりコスパな選手になってます。スキル5にもなりましたし、でかさと、あと速さと、決定力の高さですね、がしっかりあるという風な選手になります。またこう自分で行くっていう力もあるし、身長190あるんですけど、結構ね、持ちやすい選手になってますんで、なくって地上戦もね、全然戦えるという風な選手になってます。特にテクニカルのプラスもね、新しくつきましたんで、本当にこの人もね、ケミがね、めっちゃ難しいんですけど、ケミ合わすことができるんだったら、めちゃくちゃお得に使えますね。そして続いてはマフレズですね。マフレズもね、強化をされましたね。フィジカル以外はですね、非常に優秀な選手になります。ガルナチョとかに結構近いかな。フィジカルはそんなに強さはないんだけれども、他は結構優秀っていう風な選手になりますね。で、特に今週のプラスがね、ついてないっていうのはちょっと残念ですけれども、一応クロスのプラスとか、テクニカルのプラスがあるという風なとこはいいのかなという風には思いますね。本当にパスもね、うまい選手でアシスト役にもね、なれますし、逆足でもね、全然決めきれる選手にはなってますんで、十分、強いなと思いますね。で、続いては一幕で登場しましたポドルスキーですね。ポドルスキーはね、結構人によるとは思います。やっぱりね、理不尽なその決定力っていうのはしっかりある選手になりますし、フィジカルもね、強いんで、ゴリゴリいけるっていう風な選手になってます。ただね、重たいです。ボニフェイスよりも重たいかな。バロテッリよりもね、ちょっと重たいっていう風な選手になるんで、結構ね、合わへん人は合わへんのかなっていうのは思います。ただやっぱり5-5になったポドルスキーという風なこと、あとはペースもね、上がったっていうのは素晴らしいですし、一応空中戦も、相手のサイドバックにもよるんですけれども、エアレアのプラスもね、つきましたんで、サイドバック弱ければ勝てるっていう風な感じですね。で、遠目からの今週もバンバン打っていっていいっていう風な選手になるんで、シュートに関しては本当に決めきる力っていうのは十分にある選手になりますね。フィニッシャー型で、時にフィジカルだったりとか、あとは遠目からの今週でその理不尽さを見せるっていう風な感じですかね。そして続いてはオバメヤンですね。TO テストで強化をされましたオバメになります。逆足がね、5になっているという風なことで、両足ともにですね、その決定力の高さを生かして決めきるということができる選手になりますね。意外とそれ決めれるんやっていう、シーンもあったりとか、しますんで、なかなかいい選手へと成長をしましたね。で、またフィジカルもこういうのもありますし、ドリブルもね、少し改善をされました。で、ラピッドのプラスもついてますんで、ほんとこう縦への加速っていうのが速い選手に
なりますね。ぶち抜く力っていうのが全然あるっていう風な選手になります。あとは空中戦もね、強い選手にはなるんですけど、ただまあこれがエアリアのプラスとかついていたら良かったかなっていうのは思いますね。アクロバティックのプラスはそこまでいらなかったかなっていうのは思いますんで、まあラピュタのプラス以外が、そうですね、やっぱエアリアルとか、あとはテクニカルとか、コンシューとか、だったらより良かったなっていうのは思いますね。そして続いては、アルドーサリーですかね。プラスでね、登場をしましたんで、まだケミは組みやすいのかなっていうのは思います。まあだからこそちょっと値段も保っていたりとかはしますね。基本的にはサイドアタッカーの選手として速くて軽いっていう風な感じなんで、なかなかね使いやすい、選手にはなってますね。まあ、ラピッドのプラスもついてますんで、ペース99プラスの速さっていうので置いていくことができるという風な選手になります。またレーサーもね89まで上がってるっていうのはまあいいのかなという風に思いますし、そのスピードでぶち抜いた後のコンシューもねあるっていうのはいいのかなってのは思います。決定力もうちょっと欲しいんですけど、ただやっぱりこのコンシューのプラスで決めきるっていうことが、まあ、できるようになっているっていう、まあ、それが大きいアップグレードかなと思いますね。基本的にこの人スキルが5だったらまあなお良かった、もっと多くの人が使いたいと思えるような選手だったかなと思いますね。そして続いてはオペンダですね。ブンデスの TO ですでかなり強化をされまして、値段もね、高くはなってましたね。十分ねこの人も力はある選手になりますんで、細かいくてすばしっこいのにフィジカルも強いっていう風な選手なんで、なかなかねやっぱ止めにくい選手になってますね。あとはスキル5にもなりましたんで、本当にねいい選手になります。またバースデーから強化されたっていう風な選手ですね。クイックステップのねプラスも新しくつきましたし、シールドのプラスっていうのもちょっといいのかなってのは思います。また今週とかはねあるんですけど、カーブ値がちょっと低いんで、ペナ外ってよりかやっぱペナ内で打ちたいっていう風な選手になりますね。パスもね、まあ、少し上手くはなっている選手になりますんで、まあ、結構使いやすく強いっていう風な選手になります。そして続いてはサネですね。レロイ・サネになります。スキル5逆足4という風なアップグレードは素晴らしいなと思いますね。またラピッドのプラスがついているという風なことも、まあ、非常にアタッカーとしては嬉しい点になります。ただまあトリッカーのプラスとかパワーシュートのプラスっていうのが何か違うのに変わっていればなお強かったなっていうのは思いますね。まあでかい選手というか180超えてる選手になりますんで、フィジカルもね強くってさらにスピードもあるっていう風な感じなんで、簡単にフィジカルで負けないっていうのがいいポイントになりますし、軽さもね全然ある選手になってます。で決定力もね高いし、今週もね普通に決めてくれるんですよね。キーパーと1対1とかだったら。なので、まあ、アタッカーとして、まあ、サイドアタッカーとして、なかなかいい選手になりましたね。今作ね、特集で何回かサネはね、来てはいるんですけれども、もうそのサネとか全然別人級に、変わっているという風なことで、非常に強くなったサネになりますね。で、そして続いてフラッシュバックサイラスですね。SBC でこちらも登場をしてましたね。まあやっぱり5になったという風なことは素晴らしいんですけど、ケミがかなり難しいんで、スタメンでっていうのは、そうですね、なかなか難しいかなっていうのは思いますね。なんでスパサブが一番いいというふうには思います。スパサブだったらより脅威さを増しますし、普通に走ってるだけでも置いていけるっていう風な選手になるし、フィジカルも強いんで、もうゴリゴリいくっていうことができますね。ほんと突破力に関しては申し分ない、力はありますし、また決定力だったりとか、その冷静さが上がったっていうのが素晴らしいですね。突破だけで終わらないっていう風な選手にはなりますし、クイックステップのプラスなんかもついてますんでね、まあなかなかありかな。個人的には、まあ作ってスパサブで活躍をしてくれてはいるんですけれども、まあ作ってよかったなってのは思いますね。そして続いてはコマンですね。一幕で登場をしましたコマン。この人もブンデスのね TOTS で結構化けた選手かなと思います。特に冷静さがね90までいったっていうのは素晴らしいですね。やっぱバースデーの頃は、まあ個人的にはそのコマンのその冷静さっていうのが低くて、それがやっぱ他の能力にも影響をして弱くなっていたというか、個人的にはなんかあんま強くないなって思ったんで、そこの冷静さが上がるだけで結構大きなアップグレードになりますね。でまたですね、ペース単純に速いですし55にもなってますんで、この人もサイドアタッカーとしてはね、もうかなり優秀。ラピッドのプラスもついてるし、
やっぱクロスのプラスもついてますんで、本当にコマンありがたいなって思うシーンは、多くね、あるんじゃないかなってのは思います。またね、この人いいところはね、両サイドできるっていうのがいいんですよね。LW と RM に置けるっていうのも一ついいポイントになりますし、剣もね、優秀なんで、普通に十分強くて A ランクには相当しますね。そして続いては S ですね。S はですね、こちら新選手何名か入れてます。TOTS、エムバペ、そしてデンベレ、クリスティアーノ・ロナウド、メッシですね、そしてケインですね、この5名かな、を新しく、追加をしてます。で、また前回からですね、ゴラッソアイコンのドログバを少し A から S に、上げてます。空中戦をね、使う方が増えてきたのかなっていうのは思いますし、基本的にね、空中戦だけ強いっていう風な選手は S には上げないんですけど、やっぱりね、普通に地上戦だけでも無理をしなければむちゃくちゃ強い選手になりますし、空中戦のね、脅威さっていうのを分かってきた方が多いし、それを使う人が増えたっていう風な、ことで、空中戦、地上戦ともに十分強いっていう風なことで、S には相当するかなと感じましたんで、少し上げました。で、そして新選手としてまずはエムバペですね。言わずもがなですね、理不尽な選手になってますね。今週のリーグワン TOTS で赤金で当たった方はもしかしたらおられるかもしれないですね。非常にやっぱり強い選手ですし、もちろん Y と同等にですね、今作最後まで使えるアタッカーになりますし、一番強いアタッカーになるかもしれないっていう風な選手になりますね。現環境では、一番強い ST と言っても過言じゃないのかなってのは思いますし、新しくテクニカルのプラスもついたんでね、これが非常に厄介になりますし、ほんとバペ相手にいたら、もう無理やって思わせれる選手にはなりますんで、全てを兼ね備えているという風な選手ですね。そして続いてはデンベレですね。こちらも非常に強化をされまして、バペと同様にですね、もしかすると当たった方もおられるかもしれませんね。やっぱり5-5という風なことは素晴らしいですし、冷静さがね、特に90まで上がったっていうのもいいなと思います。正直ファンタジー FC でも、現環境十分 S ランクに入るんで、そこからプラス2ですね、能力上がったっていうのは素晴らしいですね。で、フィジカル70、低いんですけど、関係ないですね、デンベレに関しては。そのスピードと細かさがあるし、体を当てられても、負けない、力を持っていたりとか、しますし、さらに決定力もね、高くなりましたんで、止めれない選手へと、よりね、成長をしました。今週のプラスとか、ラピのプラス、このプレイスタイルプラスの恩恵も、やっぱ新しくね、S になったことでつきましたんで、最強アタッカーの一人ですね。そして続いてはロナウドですね。クリスティアーノ・ロナウド。この人も正直何も言うことがないぐらいやっぱ強いですね。5-5にならなかったっていうことはちょっと残念ではあるんですけど、正直逆足読んでもね、決めきれる決定力っていうのを持ってます。で、プラスになったっていうこともあって、君はめちゃくちゃ組みやすくなりましたね。ポルトガル人1人入れればもう終わりっていう風な感じで、ケミさんで使えるっていう風なことなんで、本当にその分やっぱ値段もなかなか下がらないっていう風な選手ですね。で、かつ空中戦がね、より強くなったっていうのがやっぱすごいですね。エアリアルのプラスがついたっていうことと、能力上がったっていう風なことで、空中戦もめちゃくちゃ強いっていう。で、普通に空中戦使わない人でも、地上戦だけでも、やっぱりドリブルのしっかり改善っていうのを見られますし、もちろん決定力とかスピードっていうのは言わずもがななんで、地上戦、空中戦ともに非常に最強の選手、最強のロナウドが来たなというふうなことですね。そして続いてはメッシですね。メッシに関しても、プラスで、来ましたんで、アルゼンチンの選手1人入れるだけでもうケミさんで使えるというふうなことですね。やっぱり個人的には、今作でおそらく S 最後になるであろうロナウドとメッシをこの1週間のこの動画でね、一緒に紹介できるっていうのが非常に嬉しいですね。このメッシに関してはね、スキル5ではないんですけど、もうほんとテクニカルやっときゃいいっていう風な選手になるんで、あまりスキル5はいらないかな。もうあればいいんですけど、全然逆足5になったメッシでもかなり強いっていう風なことですね。あとは今週ね、バンバン入りますし、安心感があるシュートっていうのをしっかり打つことができますね。メッシで抜け出したら、もうこれ1点やなって、心の余裕が持てるっていうのがいいなというふうに思いますね。で、またパスもね、めちゃくちゃうまいんで、ほんと止めようがないんですよね。
パスコース切ってたら普通にテクニカルでね進んでいかれるし、シュートもうまいから、なんでもう本当に地上戦最強の選手だと思いますね。やっぱり小柄な分ね、そのでかい選手でよろしくみたいなパスっていうのは収めれないっていうことは全然あるんですけど、ただ本当に相手にすると厄介な選手になりますし、いろんな選択肢を持った上でプレーできるっていうのは素晴らしいなと思いますね。そして続いてはケインですね。ハリー・ケイン。ケインはね、正直化けた選手ですね。ブンデスのエースで。ブンデスの中では一番、そうですね、値段が高いし、大当たりの選手にはなりますかね。やっぱり逆足5だったりとか、決定力の高さっていうのは言わずもがななんですけど、なんですかね、そのテクニカルのプラスがついたことで、重さが軽減されているというか、もちろんドリブル能力もかなり上がったんで、改善されてるんですけど、それプラステクニカルがついたっていうのは、めちゃくちゃ大きいなっていうのは思います。なんでこの人もスキル4で、ちょっと重め、やっぱメッシュとかに比べると重いんですけど、重い分なんかドカドカ推進力持って運んでいけるっていう風な選手になりますね。もちろんペースもあるんで単純に速いし、なんで結構でかい選手、でかくて速いっていう風なトップ層にグッと入ってきたっていう風な選手になりますね。でもちろん今週のプラスもついてますし、ロングシュート値、カーブ値かなり高いんで、もうバンバン自分で運ぶっていうこともできながら、遠目から今週ね全然打っていっていいっていう風な選手になりますし、また空中戦も普通に強いっていう風な感じなんで、非常に値段がね高くなったケインですけれども、その価値はありますね。また A ランクのね時と同様に2枚目の S ランクの表ですね。グリーズマンだったりとか、あとはネイマール、ロナウジーニョ、そしてブトラゲーニョ、ストイチコフ、ここら辺の選手に関しても現環境は個人的にはまだ S という風なことになってます。こちらがですね、最新版のアタッカー選手たちのティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。